こんにちは、ボンズです。今日ご紹介する本は、最高の体調というタイトルで、書かれたのは鈴木優さんです。もうタイトルからしてワクワクしちゃいますよね。現代の私たちが抱えがちな日常的な不満や体調不良を総合的な視点で見直して、元気いっぱいの毎日を手に入れようというコンセプトになっているんです。読むと、どうやって人間が本来持っているパフォーマンスを最大限に引き出すかが具体的に分かってきますよ。私も読んでみて、ここが私の不調の原因かもしれないと思うところがいっぱいありましたし、こんなに簡単な方法で集中力や元気が上がるんだと驚かされたんです。なので、今日はこの本の要点をいくつかピックアップしながら、皆さんの日常に活かせそうなエッセンスをお伝えしていきたいと思います。まず、この本がターゲットにしているのは、日々なんとなく体調が悪かったり、メンタルが落ち込みがちだったり、集中が続かず仕事の効率が上がらない、といった人たちです。もちろん、そんな悩みをお持ちじゃない方にも、よりパフォーマンスを高めるためのヒントが盛りだくさん。鈴木優さんは、人類がどう進化してきたのかをベースに、科学的な実験結果をたくさん示しながら、文明病という考え方を解説しています。これは古代と現代の環境がミスマッチを起こしていることで起こる現代特有の体や心の問題のことなんです。例えば、太りすぎやうつ病、慢性的な疲労、不安で夜眠れない、なんとなく常に調子が出ないといった症状ですね。私も仕事が立て込んでくると、ちょっとしたことで気がめいってしまうことがありまして、皆さんもきっと似たような経験がおありかもしれません。ではこの本、すごくざっくり要約すると、まずは現代人が抱えている不調には大きく2つの軸があるというメッセージを打ち出してるんです。それが炎症と不安です。炎症は炎と書いて炎症ですね。体の中で絶え間なく小さな炎が燃え続けているような状態にあると、どんどん体力が消耗されていってしまう。一方で、不安は心をじわじわと弱らせて、不眠とかメンタル的な落ち込みにつながっていくんですね。私も寝不足の時にイライラや不安が爆発しがちだなぁと感じますが、そういう時はどうやら体の中で炎症がグツグツしている状態になっている可能性が高いわけです。しかも炎症と不安は互いに悪影響を与え合うので、一度負けのスパイラルにはまると抜け出すのが大変。なので、そこをどうやってリセットして、元のバランスを取り戻すかが大事なんです。じゃあ、具体的に何をすればいいのか。本書によると、まずは腸を整えようと言います。腸って単に食べ物を消化する器官だけじゃなくて、免疫やホルモンバランスのコントロールに深く関わっているんですね。ここが壊れると体全体の不調が出やすくなるし、メンタルにもものすごく響く。実は腸のバリアが破れてしまうと、未消化の物質とか毒素が血液に回って、それが全身を刺激して炎症を起こしてしまうらしいんです。これって怖いですよね。私も昔、ジャンクフードを食べ過ぎてお腹が変に張ってた頃があったんですけど、確かにあの時はイライラすることが増えたなって思い返しています。で、腸を整えるために有効なのが発酵食品とか食物繊維、そして適切な環境づくり。発酵食品というと、納豆やヨーグルト、キムチ、サワークラウトなどが有名ですよね。何か一つだけに偏るよりは、いろんな種類を少しずつ継続的に食べた方がいいそうです。私もキムチが好きなので、ちょっと前から朝の納豆にもキムチを混ぜたりしてます。そうしたら、なんだか気分も軽くなった気がします。プラセボかもしれないと思いつつ、でも本書にはちゃんと研究結果が示されていて、腸内の細菌バランスが整うと、不安が減ったり、集中力が上がったり、炎症が収まったりするって言うんです。もうこれは信じるしかないですよね。次に、腸を整える上でも鍵になるのが食物繊維です。現代人って昔の狩猟採集時代に比べると食物繊維の摂取が圧倒的に足りないみたいなんです。根菜とか穀物の外側とか、そういった余分な部分を極端に削っちゃう生成食品が多いのが原因でしょうね。そこで意識して食物繊維を増やすことで、腸内の細菌たちが元気に活動してくれて、炎症を抑える効果も見込めるそうです。海藻とかキノコ類、
あるいはイヌリン入りのサプリとか、いろいろ手段はありますが、本書では自分に合ったものを無理のない範囲で試していくのがいいって書かれてます。あとは、同じく炎症を抑えるために欠かせないのが睡眠。現代の私たちは、歴史上例を見ないぐらい夜遅くまで明るい照明を使ってテレビやスマホを見てしまってますよね。これは体内時計を狂わせる大きな要因らしくて、夜になってからもメラトニンがきちんと出ないから寝つきが悪くなる。さらに睡眠が浅いと体を修復できないまま朝を迎えるので、結果的にストレスホルモンが延々と分泌されて、体や頭が休まらないんですって。だからこそ、夜寝る前に部屋をできるだけ暗くしたり、強い光を見ないようにしたりする工夫が大事。うちも最近は寝る1時間前からリビングを間接照明だけにして、スマホはなるべく見ないようにしてるんですけど、それをやり始めてから本当に朝起きる時の感じが少し楽になりました。皆さんも騙されたと思って試してみてください。さらに、この本ではストレスとの付き合い方にもじっくり触れてます。ストレスってもともとはライオンに襲われた時みたいに一瞬で体を戦闘モードに切り替えるための仕組みだから、本当はそんなに長い間感じ続けるものじゃないはず。それが、現代では仕事の締め切りとか人間関係の悩みなど、すぐには解決できない問題に追われているうちに、慢性的なストレスに悩まされる。その結果、体がホルモンを出しっぱなしになって、心臓に負担がかかったり、イライラから睡眠を妨げたり、あるいはうつ状態になってしまう。せっかく備わっている危機に備えるシステムが、現代の環境では逆に自分を苦しめる要因にもなっているんですよね。このストレスをどう和らげるかという話になると、寝不足を解消する以外にも、短期的な応急処置と長期的な根本対策の両面から取り組むべし、と本書では教えてくれます。例えば、外で誰かに突拍子もなく怒鳴られたときは、リアプレイザルというテクニックが使えるらしいんです。要は、スピーチやカラオケの前でドキドキが止まらないときに、あ、ワクワクしてきたぞ、とポジティブな感情に置き換えるだけでも、ある程度心が落ち着くと。これ、よく聞くと簡単そうでちょっとうさんくさいんですけど、実際に研究データを見ると、作業のパフォーマンスが上がったり、思考がはっきりする人は多いみたいです。緊張と興奮は生理反応としては似た状態だから、脳みそをうまく騙しちゃえばいいんですって。とはいえ、長期的な改善を狙うなら、前に述べたように睡眠をしっかりとるとか、腸を整えてストレスホルモンの暴走を抑えるとか、適度に休息時間を作るとか、そっちの方が重要ですよね。みんながよく言う休むのも仕事のうちっていうのは、本当に本質をついた言い回しなんだなぁと、私も納得しました。そして私がこの本を読んでなるほどと思ったのは、自然との接触と友人の存在がむちゃくちゃ大事だっていうくだりです。現代の都会に暮らす私たちは自然と切り離されがちですよね。だけど、自然の中に身を置くと、副交感神経がカッと働いて、心や体の疲れが抜けていく。森林浴とか海辺でリラックスするとか昔から言われてますけど、その効果は本当に科学的にもはっきり認められてるそうです。実験で木々の音や川の流れる音だけを数分間聞くだけでもストレスホルモンが下がったり集中力が戻ったりするとか、またオフィスに観葉植物を置くとそこに働く人たちの満足度とか生産性が上がるっていう研究もあるらしいです。実際、古代の人類は広大な自然の中を移動しながら狩りをしていたわけで、それに適した体と心を持ってるわけですから、コンクリートジャングルに閉じこもっている現代はかなり不自然。だからこそ、可能な範囲で自然を取り戻す。例えば、週に1回30分でもいいから公園の中を散歩するとか、近所の緑のある場所でちょっと休憩してみるとか、それだけでもかなり違うんですって。本書によると、高血圧やうつ病のリスクがぐっと下がるなんてデータもあるようです。最近テレワーク続きで体がなまってしまうという方は、昼休みに少しでも公園に足を運ぶだけでもいいかもしれませんよね。同じ理由で、友人や家族との濃密な関係を持つこともすごく効果的だそうです。狩猟採集民のコミュニティって100人前後で構成されていて、基本はみんな仲良しで協力し合う世界だったわけです。
それが都市化の結果、私たちは他人がいっぱいいるのに孤独を感じやすくなっちゃった。孤独が続くと炎症が増して寿命も縮んじゃうなんて研究もあるので、やっぱり人間関係は大事なんだなと思います。鈴木優さんも誰かと同じ行動をとる同期行動は効果が大きいと言っていて、合唱クラスや運動サークルに参加すると自然と仲が深まって心も体も健康になりやすいとか、私は学生時代はバンド活動で同期行動をしてたんですけど、確かに気持ちよかったなぁと今更思い返しちゃいました。あとは本書の後半で価値や詩や遊びなど人間が本質的にどうやって人生を豊かにしてきたのかっていう話も出てきます。実は遊ぶという行為は大人にも必要で、ただだらだら休憩するよりもルールを作って遊んだ方が集中力や幸福感が高まるっていう実験結果もあるらしいんです。狩猟採集民は暇な時にちょっとしたゲームみたいなことをして、そこでも協力や助け合いを育んでいたんですね。その感覚はビジネスパーソンとしての私たちにも遊びを真面目に取り入れるヒントになりそうです。ここまでいろいろお話ししましたが、この本のメインメッセージは、体調や心の不調を表面的に治すんじゃなくて、進化論の視点から人間本来のライフスタイルに近づいていこうという点につきます。食事、睡眠、人間関係、自然との関わりなどを総合的に整えると、不思議なくらい集中力やモチベーションが蘇るというわけですね。具体的には、1、腸を整えて炎症を抑える。2、睡眠でストレスをリセットする。3、自然に触れて副交感神経を活性化する。4、友人や家族とのつながりを深めて心を安定させる。5、遊びや楽しみを意識して取り入れる。こういった基本を日常に無理なく落とし込むのが大事。忙しいと一つ一つは難しい気もしますが、私自身は少しずつでも変えられるところを取り入れようと思ってます。実際、この本に書かれているアイデアを試してみると、ちょっと朝早く起きるのが楽になったり、不安な時間は減って仕事に集中できるようになったりと、結構いい変化が実感できるんです。もちろん、人によって効果の出方は違うかもしれないんですが、エビデンスに裏打ちされた実践法ばかりなので、試して損はないんじゃないかなと思います。何より、私たちが本来持っている力を100%引き出すという発想がすごくワクワクするし、昔の人はこうやって自分の体調をコントロールしてたんだな、というのも興味深いんです。もし、最近本当に疲れが抜けなくて、気づいたらイライラしてるとか、もうやる気が起きないと悩んでいる方がいたら、まずは腸をケアする食生活とか、睡眠環境を整えるところから始めるのがおすすめです。そして余裕があれば自然に触れたり、意識的に友人と同じアクティビティをしてみたり、一歩ずつ古代人に近い暮らしを体感してみる。ちょっと極端に聞こえるかもしれませんけど、本当にびっくりするぐらい調子が上がる人もいるんです。結局、人類は長い時間狩猟採集民として進化してきた生き物なので、その習性に合った生活習慣を取り戻すのが自然な流れというわけですね。正直、私もこの本を読む前は、私、朝弱いから無理無理と思っていたんです。でも本に書いてある通り、できる範囲で少しずつステップを踏むだけでも結構効果を感じられます。全土を急に変えようとすると挫折しがちですが、今日は夕食をちょっと食物繊維多めにしてみようとか、週末は少し公園でのんびりしようとか、そろそろ会ってない友人を誘って一緒にウォーキングしようとか、それだけでもプチ改善が積み重なっていくはずです。それに、これをきっかけに多少体脂肪が落ちたり、肌の調子が良くなったりしたら、さらにやる気が湧いてきますし、いい循環ですよね。というわけで、最高の体調は、現代の忙しい私たちが抱えている悩みの本当の原因を深いところから突き止めてくれるだけじゃなく、その解決策をきちんと科学的な根拠をベースに提示してくれる一冊だと思います。腸の話から始まり、ストレスし遊びといったトピックまで幅広く取り上げていて、一見バラバラに思える内容が全部文明病というキーワードでつながっているのが面白いんですよ。読後は、今まで見過ごしていた自分の生活習慣や、つい無視していた不調を客観視できるようになりました。
まさに目から鱗が落ちるような経験ができるかもしれません。ぜひ、興味がある方は読んでみてくださいね。そうすると、あ、私こういうところが原因だったかも、とか、これなら続けられるかも、という気づきがたくさん出てくるはずです。読んで終わりにするんじゃなくて、書かれていること、ぜひちょっとでも試してみてください。小さな変化でも日々のクオリティがぐんと上がる感覚が得られると思います。今回は大枠だけざっとお話ししましたけど、まだまだ細かいテクニックや実践ガイドが山ほど詰まってますので、ぜひ実際の本を手に取って読んでみてくださいね。私も実践し続けて、さらにバリバリ働きながら企業を目指していけたらいいなと思っています。忙しいビジネスパーソンの方ほど、この本の内容はきっと役立つんじゃないかなと感じました。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。